やっぱりソロだからこそ発見できる塩崎さんの魅力っていうのがあると思うんですけど、今回の塩崎ワンダーランドでですね、そこがものすごく表現されてると思います。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ミルク塩崎大地塩崎ワンダーランド、こちらのミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム、ミルク猛烈猛進リリースプロジェクト2026第3弾はですね、塩崎さんの塩崎ワンダーランドということでですね、現在 YouTube 音楽急上昇チャート1位っていうね、ものすごいことですよね。そして今回歌声分析をしてみたところ、僕が今まで知ることができなかった塩崎さんの歌声の魅力がですね、ものすごく発見できたなっていうふうに思ってます。そういった部分を徹底的に分析し解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、ミルク塩崎大地塩崎ワンダーランド歌声分析 GO!可愛いですね。まさに塩崎ワンダーランドですね。歌のお兄さんっていう感じですね。今回めっちゃ合ってる。かわいい。丸すぎるのこのルの発音の仕方めちゃくちゃ可愛いですよね。男性でここまで可愛らしい雰囲気を表現できる歌い手ってなかなかいないですよね。声の成分的にはですね、鼻の中の鼻腔共鳴っていうところの音色が中心になってる歌声なんですよね。鼻声の音色を歌声に混ぜるような声の出し方というか、もう一回聞いてみましょう。よく聞くとちょっと鼻声の音色歌声に混ざってますよね。これがね、可愛い声を出す時のコツだったりするんですよね。男性がやっても女性がやっても可愛らしい声表現できると思うんで、ぜひねやってみてください。もうね、ニヤニヤが止まらなくなりますね。可愛すぎて。で、お子さんたちに囲まれているからなおさら可愛いっていう雰囲気がですね、全開ですよね。で、後ろで塩崎ワンダーランドのですね、旗をお子様がこう広げているっていうのも、これも可愛いですよね。で、塩崎さんさらっと歌ってたんですけど、めちゃくちゃ高い声出してましたよね。もう一回聞いてみましょうか。ここ。今日こそのところ。これね、めちゃくちゃ高い。男性だったら多分出ない方多いんじゃないかなっていうぐらい高い音域だと思うんですけど、その音をですね、ここまでふわっと出せるっていうテクニックがすごいですよね。これ鼻に入れる声の量をですね、増やすんですよね。高い声を出すときはこういった声の出し方をすると楽に出せたりします。プラス、その声の出し方はですね、地声と裏声が混ざったような声になるんですよ。これミックスボイスっていうテクニックなんですけど、すごく難しい声の出し方なんですよね。さすが塩崎さん。かわいい。双眼鏡を覗いてる姿もめちゃくちゃ可愛いですよね。いやー、いつものミルクの楽曲とはまたちょっとね、一味違った雰囲気で、聴いていて嬉しくなりますね。の歌い方はね、こういう言葉を使った可愛らしさも表現してるから、すごくほっこりしますよね。でも楽曲自体はすごくビートが効いている感じなので、リズム的な部分もですね、歌には要求されてくるんですよ。そこで塩崎さんは何をしてるかっていうと、全体的に音を切るテクニック、スタッカート、これを使って歌ってるんですよね。だから可愛いんだけど、かっこいいっていう歌声になってます。もう一回聞いてみましょう。
1時間、こういう感じの歌い方になってますよね。これね、スタッカートっていうテクニックです。言葉と言葉の間にちっちゃい「つ」を入れるような歌い方なんですよね。そうすることによって音が切れたような雰囲気が出てきて、躍動感が生まれてくるんですよね。最後のハイトーンのロングトーンもすごいですよね。音を長く伸ばすっていうのは歌の基礎的な部分がですね、しっかりできてないとうまく歌えないんですよ。歌声に安定感が要求されてくるので、そこに必要になってくるのは腹式呼吸っていう呼吸法と、あとはね、体の使い方になります。体の使い方は主に腹筋と背筋を使ってですね、お腹の中心に向かってぐっとこう挟み込むような体の使い方、これがすごく必要になってきます。今の歌声はですね、その2つのレベルの高さをすごく感じることのできる歌声でした。もう一回聞いてみましょう。この5倍のところがさっき言った腹式呼吸と体の使い方がですね、ものすごく重要になるポイントで、塩崎さんの歌声のですね、基礎力の高さを感じ取ることのできるポイントでした。歌もものすごく上手くなってますよね。やっぱり陰でボイトレとかしてるんじゃないかなっていうふうに思います。かっこいい。可愛らしさでずっと来るのかなと思ったら、今のポイントはですね、めちゃくちゃかっこいい雰囲気出てましたよね。ここでは先ほど言ったスタッカートをですね、さらに強調したような歌い方になっていて、で、歌声の音色もですね、少し変わりましたね。鼻腔共鳴中心だったのが、少しだけ口の中の空間、口腔共鳴、この音色もプラスされたかなっていうふうに思います。口腔共鳴はですね、言葉の輪郭をはっきりさせたり、あとは口の大きさによっては声量のブースト効果、そして喜怒哀楽の表現を歌声に乗せる、そういったことができるポイントですね。おそらくここのポイントは口を大きく開いて歌ったんじゃないかなっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。おそらく塩崎さんの中でメロラップみたいなニュアンスでここは歌ったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やっぱりラップになってくるとスタッカートだったり言葉の子音の使い方、この辺がものすごく重要視されてくるので、塩崎さんの中ではラップに近いような感じで歌ったんじゃないかなっていうふうに推測します。やっぱり歌のお兄さんですよね。このロックボーカリストみたいなかっこいい歌声を披露した後のこの歌のお兄さん感、このギャップがですね、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。いやー、ほっこりしますね。後ろの子供たちと一緒にね、こうグーってやってんのがね、また可愛らしいですよね。いい。最近の夏暑すぎる。ほんとそうですよね。いや、A メロかわいい。B メロかっこいい。で、サビでまた可愛らしくなる。大きく感情を揺さぶられますね。で、塩崎さんのこの歌の表現力の幅の広さもびっくりします。声質をそこまで大幅に変えていないのにもかかわらず、可愛いとかっこいい、この2つを表現できるっていうところがものすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。やっぱりこれは相当練習してますね、歌。今の B メロからサビになったこの瞬間、歌声の変化がですね、ものすごく分かりやすかったと思うんですよ。で、どこが一番変わったかというと、やっぱ鼻声の音色なんですよね。鼻腔共鳴の歌声成分の割合というか。可愛らしい声を表現するときは、ほぼ鼻なんですよ。90% ぐらい鼻かもしれないですね。で、かっこいい歌声を披露するときは、鼻の音色が2割ぐらい落ちるんですよね。だから7割、3割みたいな歌声のバランスに変わります。こういった緻密な歌声の音色のコントロール力も素晴らしい。
えい、これは今年の夏車で聞きたいですね。でボイストレーナー目線から見てもやっぱり歌的に学ぶべきポイントがですねものすごく多いんですよ。で今回の塩崎ワンダーランドで改めて思ったんですけど、やっぱり塩崎さんの声って可愛い、ここがね一番伝わりやすい魅力かなって思うんですけど、細かく分析するとリズム感がすごいんですね。で A メロの部分でもスタッカートだったり子音の使い方、ここを意識して歌ってるような感じだったんですけど、 B メロになったらかっこいい雰囲気が出るぐらいスタッカートと子音の発音の仕方を強調したりとか、そういったコントロール力がですね化け物ですね。相談室、あ、急に雰囲気が変わりましたね。ちょっとラテンっぽい雰囲気というか、でピポパパパパみたいなごめんなさい、僕はあんまり上手くないですけど、こういうのはですね歌の専門用語でスキャットっていうんですよね。言葉を使って楽器的な雰囲気を表現する歌唱方法です。でスキャットを使って歌う世界的に有名なボーカリストはですねスキャットマン・ジョーンさんって方がいるんですけど、知ってる方はね、あ、なるほどっていう風に思ったと思うんですよね。いやさっきの段階で表現の幅めちゃくちゃ広いなっていう風に思ったのに、ここに来てスキャットで、しかもこの滑舌の良さやばいですよね。もう一回聞いてみましょう。いやすごいねこれね練習をめちゃくちゃしないと歌える気がしないですよね。パ行ってめちゃくちゃ発音難しいですよねここまで速くなってしまうと。いやーすごいね。でこんなに難しいスキャット歌ってるにもかかわらず鼻腔共鳴の音色が変わっていないんですよ。ここもすごいです。やっぱ滑舌が重要視されるんで口腔共鳴中心になってもおかしくないんですよね。だから塩崎さんみたいに鼻腔共鳴の響きを維持して可愛らしさを出しつつ、このハイクオリティなスキャットを歌う、これ同時にやるのがねすごすぎる。フリーダイヤル塩崎っていうのね面白いですね。これかけてみた方いるんじゃないですかなんかねそんな気がする。フリーダイヤルだからなんかつながりそうな感じしますよね。どうなんだろう。かけてみた方、この動画見てくださっていたらぜひねコメントで教えてください。どうだったか。食べたら食べた分だけ走ればええねん展開が面白いね。ここで黒ひげ危機一髪が来るんですね。しかも食べたら食べた分だけ動けばええねん。唐突だね。でも僕もね今ダイエット中なのでそうだよなって思って、食べたら動かなきゃなーって。夏だしね。眠くても歯は磨かなあかんで。迷ったらまずやってみる。これが鉄則や。格言だね。一つ一つ刺さる言葉が。どうしてもね疲れて、あー今日はもう動けないって思った時、歯を磨かないで寝てしまう日もね時々あるので気をつけなきゃって思ったりね、もうほんと刺さりまくりますね。あとワンフレーズ来るのかな。お天道様はいつでも見てるんやで。あ、飛んだ。でもまあ気楽に行こうか優しい。最後優しいですね。でもまあ気楽に行こうか。この優しさが個人的に塩崎さんの最大の魅力かなっていうふうにも思ってます。いやー見応え満載ですね。展開がいろいろあって。あ、おつさびが来ましたね。すごくいい声。可愛らしい歌声っていうよりも美しい歌声っていう感じですよね。ここではこれどういう風な声の出し方になってるかっていうと、声量をですねぐっと下げるんですよね。耳元でささやくぐらいの声量で歌ってると思います。声の音色はですね鼻中心の歌声っていうのは変わりはないんですけど、やっぱり声量によってだいぶ雰囲気変わってきます。で声量を下げることによって自然に歌声に乗った息の音、ウィスパーボイス、こちらのテクニックも使ってるポイントです。もう一回聞いてみましょう。
朝が来たらおはようして、夜が来たらまた明日。で、高い音域を小さい声で歌うって、これまた難しいんですよね。割と大きい声で勢いをつけて出してしまった方が高い声って出しやすいんですけど、なのでここのポイントもですね、ミックスボイスっていう難しい声を使って歌ってると思います。おそらく塩崎さん的には裏声で歌っている感じで歌ってると思います。そこにですね、地声の要素をプラスすることによってふわっとした地声っていうような歌声をですね、作り出してるんですよね。いやー、すごい上手いですね。うん。で、ここから地声を中心にした声に変わってますよね。いやー、すごいね。この声のコントロール力も本当にすごいですね。うわ、ここで一回止めますよ。ごめんなさい。転調しましたね。転調っていうのは曲の中でキーが変わることを転調っていうんですけど、そもそもが高いサビの音域なのに、さらにこっから高音になるってことじゃないですか。いや、音域の広さもすごいなっていうふうに思います。キーが上がったにもかかわらず、ここまでリラックスした声、やばいですね。この完璧にコントロールされたミックスボイス、本当にすごいです。もう一回聞いてみましょう。ほら。いやー、素晴らしいですね。やっぱりソロだからこそ発見できる塩崎さんの魅力っていうのがあると思うんですけど、今回の塩崎ワンダーランドでですね、そこがものすごく表現されてると思います。まさに塩崎さんじゃないと歌えない楽曲、それが塩崎ワンダーランドかなっていうふうにも思います。すごいね。でも一番の最高音はこれ裏声なのかな。最初地声で歌ってるっていう風に思っていたんですけど、ふわっと優しい雰囲気になってる感じもありますよね。でも地声にも聞こえますよね。塩崎さん的に普通に裏声で歌うと地声の成分が自然に混ざる、要は自然にミックスボイスになってるタイプの歌い手なのかもしれないですね。稀にいるんですよ、そういう天才みたいな人が。塩崎さんそれに当たるんじゃないかな。もう一回聞いてみましょうか。ここ今のところ地声に聞こえますよね。でもふわっと抜けてる感じもあって裏声にも聞こえるじゃないですか。で、多分これミックスボイスなんですよ。さっきも言った通りなんですけど、これを無意識でやってるとしたら塩崎さんはまさに天才ですね。ごめんなさい、短く止めてしまいましたけど、また転調しましたね。こっからキーが変わるってこと？いや、楽曲的にもめちゃくちゃ難しいですね。転調すると基本音が取りにくくなるんですよ。曲の雰囲気がガラッと変わっちゃうので。だからこういうところでも塩崎さんの音感の良さが感じ取れますよね。いいね。この最後の念を押すようなフレーズ。言葉一つ一つに塩崎さんが乗せた気持ちがですね、心にダイレクトに伝わってきますよね。もう一回聞いてみましょう。最後のロングトーンも長いしね。いやー、すごいね。さっきからすごいしか言えなくなっちゃってるんですけど、今まで僕が気づくことができなかった塩崎さんの歌声の素晴らしいところをですね、知ることができて、すごくね、嬉しいですね。ドドドドーンと花火をかけてんのかな、最後ね。で、ここで曲が終わってるんですけど、動画があと10秒ある。見ていきましょう。あ、爽やか笑顔。あ、なるほどね。
エンドロールで終わりってことですね。いやー、魅力満載でしたね。以上、ミルク塩崎大地塩崎ワンダーランド歌声分析はここで終了です。いやー、すごかったですね。僕はもともと塩崎さんの歌声は可愛い、ここが塩崎さんの個性かと思っていたんですけど、それプラスかっこいい部分あり、テクニカルな部分もあり、そして幅広い音域、あと表現力の幅の広さ、歌声の魅力がですね、ものすごすぎましたね。今回のミルク猛烈猛進リリースプロジェクト、ミルクの様々な魅力を知ることができて、もう本当に嬉しい企画ですよね。次は佐野さんのソロ曲か、ミルクのグループとしての新曲か、どんな楽曲が公開されるんだろうっていう楽しみが尽きないですよね。これからもミルク全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。